こんにちは。実家ガーデナーです。普段はアパート暮らしですが、ガーデニングが好きで実家の庭をいじっています。実家のお庭はこんな感じです。そのうちリメイクしたのはこのエリアです。ちなみにアパートの庭の様子はこんな感じです。あるのは雑木の庭にあるような樹木が中心です。日当たりが良すぎるので遮光が必須。100% 鉢植えで管理しています。家側にはプランターやサボテン、多肉系を置いています。こっちは基本的に日向かつ乾燥に強いものを集めています。3年くらいかけてご覧のありさまになっていきました。雑木コレクションはこんな感じです。ということで実家に戻ります。今回は7月のお庭リポートです。動画ストックが丸1年あるので1年前の状況です。今回から僕の備忘録として今月に行うべき園芸作業についてまとめていこうかと思います。いつものように間違いまくっていると思うので、間違っていたら教えてください。ジェミニによると7月のガーデニングで気をつけるポイントはこちら。7月は害虫と蒸れに注意が必要です。株元は特に風通しを意識しないとカビや病気の原因になります。あと暑い時期の肥料はあまりあげない方がいいみたいです。と言いつつ僕は暑さに負けてやっていないので来年頑張ろうかと思います。ということで今回は7月の植物の状態紹介メインです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは実家お庭のリメイク動画や開花状況などを発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。前回から3週間程度経過しました。朝から30度近い日があったりで大変です。今日も最高気温30度超えなので作業はやめておきます。フイリアジサイの白がすごい目立ってます。拡大するとこんな感じです。もともと斑が消えそうだったのをカットしていました。困った時はジェミニに聞きます。なるほど、直射日光に当たりすぎると白が多くなることがあるみたいです。確かにこの場所は北側といえども西日も当たるのでその影響かもしれません。そもそも斑の入り方には差が大きいようで、季節や株の状態によっても変わってくるようです。まだ枝の1本だけだし株が弱ることもないでしょう。とりあえずこのままにしておこう。蒸れに弱いというヒューケラは大丈夫そうです。雪の下は葉っぱの色が薄くなっている気がする。日陰に育つ雪の下は日焼けしやすいみたいです。一番困るのは雪の下が枯れてタイムが増えすぎてしまうこと。雨どころも暑さの影響か先がしおれていました。けど特に害虫被害はなさそうです。根元には種のようなものがありました。大手まり今年咲かなかったけど肥料を与えるべきでしょうか。とりあえず今回はあげませんでした。そよそよとなびく風地草。理想はこんくらい成長した株になることです。玄関から出てすぐ風地草っておしゃれですよね。
やっぱり姫シャラの根元を少し隠したいな。なんか生えてきてました。余っていた植物を寄せ植えした鉢です。今年もかなりいい感じです。真夏は一日中日向になるこのゾーン。ヒューケラには少し辛い環境かもしれない。ここは山帽子の影になるから意外といけるみたい。前来た時はつぼみだったホスタが開花。品種は間違っていたら教えてください。小紫式部がかなり大きくなってました。4月の時こんくらいだったのに。成長が早いといえば南京ハゼも早いです。あっという間に指くらいの太さになってました。草ソテツがのびのびと成長しています。新しく錦シダ植えました。このスペースがまだ寂しいのでつい買ってきちゃいました。根っこが繊細と聞いたヤマツツジは今のところ無事そうです。限界ツツジと違って虫食いも少なめ。破れ傘の花は多分終わっていました。ということで7月のお庭リポートでした。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご指導ご鞭撻もあればぜひコメント欄にお願いします。